娘から送られてきた一通のメッセージで、私の未来は大きく変わった。ある日、私がいつも通っている道を歩いていると、猛スピードで走る車にはねられ、意識不明になり、目を覚ますと病院のベッドの上にいた。隣には心配そうな顔で私を見つめる娘と夫の姿が。少しだけ会話をして、夫と娘は病室を後にした。その日の深夜、帰宅した娘から一通のメッセージが届いた。軽い気持ちで携帯を見ると、そこには想像を絶することが書かれていた。事故の犯人はパパだよ。私は恐怖のあまり、背筋に悪寒が走り、体が震えていた。その直後、娘から一枚の写真が送られてきた。そこには、夫が犯人だと断言できる証拠が収められていた。私の名前は浦田奈々子。40歳の専業主婦だ。夫の圭介とは昔働いていた職場で出会った。私は結婚後、娘の桃葉が生まれるタイミングで退職した。そんな娘も今年から中学生。もう13歳になる。娘が生まれてからというもの、時間が経つのがとても早い。本当は娘のためにももっと家族の時間を取りたいところだが、なかなか思うようにはいかなかった。夫がここ数年、特に3年前に昇格して管理職に就いてからは、毎日のように残業が続き、帰りが遅くなったのだ。それに、今年に入ってからは休日出勤もするようになり、家族で過ごす時間はますます減っていった。娘の小学校卒業と中学校入学のお祝いに計画した旅行も、休日出勤のせいでおじゃんになった。そして最悪なことに、一緒に過ごす時間が減ったことが影響しているのか、最近では夫婦間のすれ違いも多くなったのだった。娘のためにも夫婦関係を悪化させることだけは避けたいと思っていたが、どうやら夫は同じ気持ちではなさそうだ。この日も夫は帰ってくるなり、当然のようにぶっきらぼうにこう言った。今週も休日出勤になったから。私はそんな夫の態度に呆れ、ついこんなことを言ってしまった。また？仕事もいいけど、桃葉との時間も大切にしてよ。延期になった旅行はいつ行くのよ。すると夫はめんどくさそうに私を睨みながらこう言った。そんなこと言ったって仕方ないだろ。誰のために働いていると思っているんだ。お前らが生活できているのは、俺が働いているおかげなんだぞ。それは確かにそうだけど、その家族のための時間をも割いて働くようじゃ、本末転倒よ。私もたまらず言い返すと、夫はさらにヒートアップした。なんだよその言い方は。偉そうに。仕事のことなんて何も知らないくせに、偉そうな口を聞くな。夫はそう言うと、わざと大きな音を立ててリビングの扉を閉め、お風呂に向かってしまった。何もそんなに怒鳴らなくても。私はただ、家族との時間を大切にしてほしいだけなのに。他の家庭はどうなのだろうか。旦那さんが仕事で忙しい時、どのように家族の時間をとっているのだろうか。そんなことを考えていると、静かにリビングの扉が開いた。パパ、また怒ってた?2階の部屋で勉強していた娘が騒ぎを聞きつけ降りてきたのだ。桃葉、うるさかったよね。勉強中にごめんね。いや、ママは悪くないと思うけどさ、あんまり喧嘩しないでよね。そうよね。娘はそれだけ言うと、冷蔵庫からプリンを手に取り、
部屋に戻っていった。私は娘のそんな冷静な言葉にハッとした。娘との時間を取ってもらおうと必死になって説得して、それで夫婦関係が悪化してしまったら、それこそ本末転倒ではないか。夫は忙しい時期なんだから、まずはそんな夫を私が支えるべきなのではないか。そうすれば、もしかしたら夫はもっと仕事に集中できるようになって、その分早く仕事が片付くかもしれない。私はそう考えた。それからというもの、私は夫の残業や休日出勤について言及することをやめ、サポートに徹した。そんな行動の甲斐があってか、不思議と夫の休日出勤は減ってきた。それどころか、ある土曜日、久しぶりに仕事が入っていなかった夫は、身支度をしていた私に対して、こんなことを言ってきたのだ。おい、どこか行くのか？土曜日は隣の駅のスーパーが安売りなのよ。私がそう答えると、夫は興味深そうに聞いてきた。隣の駅？わざわざそっちまで行くのか？ええ、ももはが部活でいないときは毎週行っているわ。あの子が好きなプリン、そこでしか買えないしね。すると夫は意外なことを言った。大変だな。俺も一緒に行くよ。え？いいの？ちょっと遠いよ。ああ、もちろん。私が驚きつつ再確認すると、夫は当然のように快諾した。あ、それなら車で行く？いつもは夫が通勤のために車を使っていたが、今日は家にいるため車が使えるではないか。私はそのことを思い出して夫に提案した。いや、歩きでいいよ。すると夫はなぜか私の提案を却下した。そう？私が不思議そうに尋ねると、夫は笑って言った。ああ、俺も運動不足だからな。そうして私たちは一緒に歩いて隣の駅まで買い物に行くことになった。ここで曲がるのか？そうよ。この橋を渡った方が早いのよ。もともと人も車も少なくて信号もないから足止めも食らわないしね。へえ、そうなんだ。そんなたわいのない夫婦の会話を久しぶりにしながら、私たちはのんびりと隣町まで歩いた。何でもないその時間が私にとってはかけがえのないものに感じられた。しかし、この買い物は何でもない時間なんかではなかった。夫にとってこの時間は悪い意味で重要な時間だったのだ。私がそのことを知るのはまだ先のことだった。次の週、夫はまたしても急な休日出勤が入ってしまった。私は娘を部活に送り出してから、いつものように隣町のスーパーに向かった。先週は夫と一緒に来られて嬉しかったな。また来週は休みが取れるかな。休みが取れるようになったら、いよいよ延期になった旅行の計画をもう一度立てようかな。そんなことを考えながら歩いていたからだろうか。私は曲がり角で接近してきたその車に気がつかなかったのだ。ドンと鈍い音が響き、私の体は宙に浮いた。普段車がめったに通らない道だから油断したな。ああ、こういう時、脳はやけに冷静になるっていうのは本当なんだ。私、このままもう目覚めないのかな。桃葉と圭介に会いたい。私は空を見上げながら最後にそんなことを考えていると、徐々に視界が暗くなり、意識を失った。す
すると眩しい光で目を覚まし、顔をゆっくり動かして周りを見渡すと、病院のベッドの上だった。ママ、気がついた。大丈夫？大丈夫か？災難だったな。モモは、圭介。目の前には心配そうな顔で私を見つめる娘と夫がいた。話を聞くところによると、事故の後でうずくまっていた私を通行人が見つけ、救急車を呼んでくれたようだった。そうだったの。そして私はふと体の向きを変えようとして、自分の足を襲う猛烈な痛みに気がついた。いた。するとすぐさま夫が言った。無理に動かさない方がいい。両足が骨折しているらしいんだ。そんな。だから、しばらく入院が必要らしい。ママ、早く良くなってね。うん。ありがとう。骨折してしまったのは災難だったが、一命を取り留めたおかげで、大切な娘と夫にまた会えることができ、不幸中の幸いだと思った。やがて日が暮れると、娘と夫は自宅に帰っていった。ママ、またお見舞い来るからね。ありがとう。桃葉のことは、俺に任せて。ええ、よろしくね。その深夜のことだった。この事件の恐ろしい背景が見えてきたのは、それは娘からの一通のメッセージが始まりだった。ママ、起きてる？ええ、どうしたの？私、聞いちゃったの。娘はなぜかそんなことを送信してきた。文字からもかなり焦った様子が感じられた。何を？私が慌ててそう返信すると、次に送られてきた娘のメッセージは目を疑うようなものだった。事故の犯人はパパだよ。え？私は思わず真っ暗な病室で一人、そう声を上げてしまった。わけもわからず何も返信することができない。すると直後に娘から一枚の写真が送られてきた。これは、それは夫の車だった。しかし確実に昨日までと違うところがあった。私は写真をズームアップして確認した。何？このへこみ。車の角にわずかなへこみがあったのだ。夫が私を？それでもまだ簡単に信じることはできなかった。今すぐ娘に電話をかけたかったが、病室では通話はできまい。私一人では移動することもままならなかった。私はもどかしい気持ちと焦燥感を抱えながら娘にメッセージを送った。どういうこと？どうしてわかるの？すると娘はこんな返事を送ってきた。電話で話してた。誰かと。え？私は続く娘からのメッセージに驚愕した。私は恐怖のあまり震え出した手で娘にメッセージを送った。今すぐ逃げなさい。詳しい話は明日聞くから、すぐにおばあちゃんの家に行きなさい。もし娘の話が本当で、夫がそんな人間なら、同じ空間に娘がいることに耐えられなかった。つい数時間前に、心配した様子で私を見つめていた夫の顔が悪魔のように思えた。うん。もう向かってる。私も怖くて家にはいられない。娘からはそんな切羽詰まった様子のメッセージが送られてきた。娘も同じ気持ちだったようだ。私は娘がすでに家を出ていることに安心しつつも、
深夜に一人飛び出したことが心配で仕方がなかった。私はすぐに義母にメッセージを入れ、娘を迎えに行ってもらった。事情は明日話すから、とにかく一晩娘を見てほしいと。私のそんな緊迫したメッセージに義母もただごとではないと察したのか、すぐに返事をくれた。わかったわ。すぐに迎えに行くわね。家から義両親の家までは徒歩10分もかからない一本道だ。寄り道さえしなければ確実に出会える。高まる鼓動を抑えるように胸元でスマホを握りしめていると、スマホが震えた。今、ももはちゃんと会えたから安心して。よかった。私は安堵のあまり涙がこぼれた。でも恐怖もまだ確かに残っている。私はそんな何とも言えない感情の中、ほとんど眠ることができずに朝日が昇るのをただひたすらに待った。次の日の朝早く、義両親は娘を連れて病室に駆けつけてくれた。お父さん、お母さん、本当にありがとうございます。一体何があったんだ？私は義父のその言葉に、昨日娘から聞いたことを話し始めた。昨日、桃葉が夫と誰かが通話するのを聞いたようなんです。夫は私を殺めたと思っていたのに、まだ生きていた、失敗したと言ったそうです。私は自分の声が震えているのを感じた。娘も恐怖に怯えて目に涙を浮かべていた。どういうことだ？すると娘が付け加えた。パパ、浮気しているみたい。その女の人と結婚するためと、保険金をもらうために、ママのことを、って話してた。そういう娘の頬には涙が一筋伝った。義母はそんな娘を優しく抱き寄せた。怖かったわね。そんな義母の言葉は私の胸にも刺さり、私も涙が溢れ出した。その時だった。病室のドアが勢いよく開いた。よかった。やっぱりここか。ももは、心配したんだぞ。父さんと母さんも来ていたのか。娘がいないことを心配したらしい夫が慌てて病室に駆けつけたのだった。心配って何よ。そんないい人ぶらないでよ。誰のせいで桃葉が。私はたまらず大声で叫んだ。何のことだ？夫はその場の緊迫感を感じ取ったのか、息を飲むように言った。まあ、病室ではこれ以上騒げまい。場所を変えよう。冷静な義父の判断により、車椅子を借りて私たちは病院の庭に出た。義父は周りに人がいないことを確認し、口を開いた。もうすべてわかっているんだ。正直に話せ。何のことだよ。夫はまだとぼけている。義父はさっきよりも低い声でこう言った。とぼけるな。お前だろ。七菜子さんをこんな目に遭わせたのは。すると夫は大きく目を見開いて声にならない声を上げた。なんで？私は娘から送られてきた車の写真を見せながらこう言った。昨日電話していたんでしょ？保険金目当てで私を殺めて、それから浮気相手と一緒になるつもりだったって。なんでそれを？桃葉が聞いていたのよ。本当にあなたはなんてことを。すると夫は信じられないことを言った。
計画も失敗したし、挙句の果てにはバレて、全部台無しだ。こいつが聞いてさえいなければ。そう言って娘をギロリと睨んだのだった。義母はそんな娘をかばうように娘の前に立ちはだかり視界を遮った。私はあまりにひどい夫のその言動に言葉を失った。その時だった。言って。鈍い音とともに夫の叫び声が響き渡った。義父が真っ赤な顔をして夫に殴りかかったのだ。お前のことはもう信じられない。今すぐ警察に出頭しろ。義父が放った警察という言葉に夫の顔は一気に青ざめ、勢いよく土下座をした。それだけは勘弁してください。悪かったと思ってます。お前は謝って許されることだと思っているのか。義父は怒号とともにもう一度夫の顔に拳を打ちつけた。すみません。すみません。夫はただ力なくそう繰り返していた。しかし義父が言うように、これは謝ったところで済む問題ではない。私はもうあなたのことを信じることはできないわ。離婚よ。私はそうつぶやいた。それが私が夫にかけた最後の言葉になった。それから夫は義父に引きずられながら警察に出頭したのだった。そして後日、私は義両親の協力のもとで夫と無事に離婚した。元夫には400万円の慰謝料と娘が成人するまでの養育費を請求した。もちろん私の怪我の治療費も全額請求した。それから浮気相手のことも特定し、200万円の慰謝料を請求した。なんと浮気相手は夫の部下で、夫が管理職に昇格した3年前から関係があったそうだ。その後、元夫は勾留された後に懲役5年の実刑判決となった。計画を立てて実行しているため、重い刑罰が課せられることになったと弁護士から聞いた。それもそうだろう。わざわざ私の土曜日の行動パターンを前もって確認し、人通りの少ない道を選んで犯行に及んだのだから。それも保険金目当てで。元夫にはしっかりと罪を償ってもらいたい。一方の義両親は犯罪者となった元夫とは完全に縁を切ったようだ。そしてしばらくは私と娘を義実家に住まわせてくれることになり、私の怪我が治り働けるようになるまでは生活費までも援助してくれることになった。それから約1ヶ月後、私は無事に退院日を迎えた。まだ傷は完治していないが、痛みも引いてきて、精神的にも元気になった。ママ、退院おめでとう。そう言って、娘は花束を渡してくれた。ありがとう、ももは。私からもプレゼントよ。そして私は紙袋を娘に差し出した。娘は中を覗くなり、興奮気味にこう言った。このプリン久しぶりだ。なかなか売ってないんだよね。どこで買ったの？病院の売店でたまたま見つけたのよ。しばらく隣町のスーパーまでは行けなさそうだから、たくさん買い占めちゃった。私がそう微笑むと、娘も満面の笑みでこう言った。ママ、ありがとう。この笑顔は私が一生守っていくんだ。私はそう心に誓い、娘を精一杯抱きしめた。